アメリカとイスラエルでは戦争の目的が異なっています。そのことを理解していないと今後の展開について予測することは困難でしょう。あなたは中東情勢の今後についてどのような考えを持っているでしょうか。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカ・イスラエルによる攻撃が続いているイランの情勢、中東情勢についての解説を行っていきます。今回取り上げる主な話題としては、まずは全体の状況を話した後に、アメリカとイスラエルのこの戦争における終着点についての構想、これがどのように違うのかについて解説を行っていきます。まずは現在の戦況から、アメリカとイスラエルが圧倒的な状況というものは変わってはいません。この状況が変わるとすれば、それは地上戦闘を行った時です。そこに手をつけなければ、現在のような一方的な展開といったものが続くこととなります。基本的にイランの防空体制は日々戦力を削られていきますから、基本的にここから一発逆転というような状況には決してなりません。そのことを理解するためには、今イランに対してどこが支援しているかです。イランに対して明確に軍事支援を行いますと表明している国は、今のところたったの一つの国すらもありません。ですから、アメリカ、イスラエルが攻撃してきたな、よし、私の国が防空体制強化のために対空兵器を送ろうみたいな国は全く存在しないのです。ですから、やられたらやられっぱなし、もはや防空能力の回復能力といったものは全くない状態です。ですから、毎日のように空爆を受けて、一機のレーダーや対空ミサイルの運搬車両がなくなるだけでも、それは取り返しのつかない戦力の減少なのです。そうしたこともあって、今日も新たな映像が公開されていました。イラン海軍が保有していたドローン空母、大量のドローンを搭載した空母なのですが、その船が攻撃を受けて大爆発している様子などが映像で公開されています。また大量に公開される映像の中には、もともとすでに手入れがされていなかったであろう空港に駐機していた飛行機などの爆発映像なども含まれていましたし、イランが反撃しようと試みていたトラック搭載型のミサイルやドローン兵器などについても、次々と破壊されている映像が公開されています。そして、ここから私たちも読み取れる情報があります。それは、イランの上空に偵察用の大型ドローンが飛び回っているという点です。有人の偵察機も当然あるわけですが、そのようなものを使わずとも、アメリカはアフガニスタン紛争時代からすでに大型の偵察ドローンは持っていました。そうしたドローンを非常に長期間にわたって対空状態にして、何か動きがあれば、その動きに応じての攻撃へと、すぐに対応できるわけです。そのような即応体制といったものが整っているからこそ、イランの反撃能力は大幅な減少を見せています。実際に反撃でどのくらいのミサイルやドローンが発射されているか、そこにポイントを合わせています。これは何度となくこれまでの動画でも述べてきましたが、とてもわかりやすい指標の一つです。弾道ミサイルは初日に350発を撃ったものが、その後どんどんと減っていきますよというようなことを皆さんにお伝えしてきました。最新情報では1日あたりの弾道ミサイル発射数がついに30発台に落ち込みました。そして大型のドローンについても数が減少しています。初日に弾道ミサイルと同じく300から400機程度の大型のドローンが周辺国にばらまかれたのですが、こちらについても初日をピークにしてどんどんと下がり続けて、最新情報では1日あたりの大型ドローンによる攻撃は50機程度まで減少しています。弾道ミサイルに比べれば大型ドローンははるかに値段が安く、量産も効きやすいものです。ですから本来であれば、大型のドローンであれば300機程度であれば毎日でも攻撃することができるはずのものです。それが発射数がどんどんと下がっているということは、それだけ反撃のために動員される兵士が手配できないのか、貯蔵庫そのものが破壊されている可能性もあるわけです。そして、むやみやたらと周辺国に対する攻撃を行っていることについても、これまで言及してきました。NATO 加盟国であるトルコに向けての弾道ミサイル攻撃、こちらについては途中で撃墜されたもので、NATO としてはことさら反撃は行わないとしています。なぜトルコに攻撃したのか、これに関しては、アメリカ・イスラエルによる攻撃が始まる前、周辺に集まってくるアメリカ軍の戦闘機や早期警戒管制機、空中給油機などの飛行ルートとしてトルコ領空を通行することを許可し、その後実際に偵察任務でトルコ領空を使ったからではないかと言われています。
そしてもう一つの国、アゼルバイジャンへの攻撃。アゼルバイジャンにはアメリカ軍の基地がありません。しかし、イスラエルとの関係においては、秘密裏に仲良くしていますし、またトルコとの関係も良好になりつつあります。そうしたこともあって、イランは攻撃したのではないかと言われています。このように周辺国も軒並み攻撃しているような状態、その根本的な原因として言われているのが、指導武装の殺害に伴って、もはや自動的な攻撃に切り替わってしまったのではないか。そういう点です。誰かが指導者、誰かが司令官として戦略を立てた上でどこに攻撃するかを考えていれば、わざわざこのようにしてとにかく敵を作りまくるような攻撃というのは非合理的です。今回の攻撃というのはそもそも最高指導者のハメネイ師が亡くなった後、どのような行動をするか、行動プランといったものが、例えば資料として残っていれば、上の人が亡くなった時にどのような行動をするか、現場レベルにおいてそうした事前計画といったものを順次実行に移したのではないかと言われています。これはもちろんイラン国内の話なので実際にそうなのかはわかりません。しかし、そういう説明があるとするならば、こういうことであればこのような非合理的な攻撃を行うのも納得できるなというのが私の解釈です。例えばアゼルバイジャンに対する攻撃では民間空港を狙っており、もうあからさまにアゼルバイジャンの反撃といったものを誘い出すようなバカ丸出しの攻撃です。ちなみにアゼルバイジャンではこうした攻撃に対し激怒していて、イラン領内からの大使館員の引き上げといったものも行っていて、もしかしたら本当に攻撃を行うかもしれません。そしてもう一つ、湾岸諸国に対する攻撃では、UAE との関係においても外交関係上は決して悪くなかったという点について前回言及しました。それだけに集中的な攻撃を受けたことによって UAE が起こっていて、その結果として何が今起ころうとしているかといえば、UAE 国内のイラン資産すべてについて凍結しようかという話が出ています。なぜそのようなことをしようとしているかといえば、先ほども述べたように外交関係上少しでも改善しようとした結果、制裁下にあるイランの法人などが UAE を通じて国際市場につながろうとビジネスを展開していたからです。ですから、起こった UAE が資産凍結を行うと、そうした海外への入り口というものを自ら閉ざすこととなります。これが自滅行為と私が呼ぶことに、あなたは違和感があるでしょうか？むしろ、何バカなことをやってるんだろうなと、納得する方の方が多いのではないでしょうか。ただ、イランもおかしなことをやっているわけですが、攻撃する側のアメリカやイスラエルにも当然大きな問題があります。そもそも論で言えば、アメリカ・イスラエルによる攻撃は国際法違反です。ただしこの点についてはもうすでにイランが無差別攻撃を周辺国に行っていることから、もうどっちもどっちというような状態に陥っています。また、そもそも論として、イランの国内治安体制として、政権批判を行えば、秘密警察に捕まって拷問され殺されるというような国です。また、政府に対する批判的なデモを行った時においても、つい最近で3万人程度の人たちを殺したと言われているぐらいに、国民に対する弾圧や虐殺といったものが、さほど珍しくないような、とてもではありませんが、まともな政権とは言えません。こうしたイランに対して親日国だから多めに見ろというような話もあるわけですが、親日国であることと国民を虐殺している政権であるといったことは、それぞれ別に考えるべき話であり、親日国だから虐殺している政権に対して多めに見ろなんていう考え方は私は反対です。日本の方から弾圧している政権に対してお墨付きを与えるようなことをしてはいけません。ちなみにちょっと順番的に言い忘れましたが、現在イランが攻撃を受けて本国大炎上中ということもあって、傀儡の武装勢力が大ピンチに陥っています。イスラエルの北レバノンの武装勢力ヒズボラは、イスラエルが地上部隊を送り込んで今激しい戦闘が起こっています。さらには、レバノン政府それ自体もヒズボラに対する非合法化、武装解除を目指しており、これに対してフランスが応援するといったようなことなども行っており、レバノン情勢が少し動いています。この機会を利用してイスラエルはさらに自国の制圧権といったものを拡大しようとしています。そしてこのようなイスラエルなのですが、今回のイラン攻撃に対しての一番の出発点だと言われています。そもそもイスラエルのネタニヤフ首相がいずれはイランに対する攻撃を行うぞと準備を進めていて、それに引っ張られる形でトランプ大統領が攻撃に参加するという形になっています。
このことについてはアメリカの報道機関が特集記事を組んで、その内幕についての報道を行っていました。私たちの目から見ると、どうしても日本の報道は、まずはアメリカという具合にして、トランプ大統領が全部決めたかのように映るわけですが、実態としては、イスラエルに引っ張られる形でアメリカが参戦しているというのが、おそらくは正しいでしょう。このため、アメリカ国内においても、メイクアメリカグレートアゲインの話ではなく、なぜイスラエル最優先でアメリカが引っ張られて戦争するんだというような批判をする人たちもいます。しかもそれが民主党側の論陣ではなくて、それこそトランプ大統領の支持派と言われていたマガ派の中から出ているというのが、今回の一つの特徴でしょう。そもそもトランプ大統領は海外での戦いにアメリカの力といったものを振るうことはアメリカの国力を失わせることとなり、そんなバカなことはやめるべきだとして批判的な立場をとっていました。しかし第二次トランプ政権ではむしろ積極的にアメリカ軍の力を使うという方向へと舵を切っていることから、言っていたことと実際の行動といったものがあまりにも違うということが指摘されています。だからこそアメリカ国内における支持といったものも十分広がっていません。民主党の人たちが反対するというのはそれは政治的な対立上いつものことなのですが、共和党の支持者の中でも批判的な人たちもいるし、そもそも両党にもどっぷりと肩入れしていない中道の人たちにしても、やはりトランプ大統領がどんどんと海外にお金を使っていることに対して批判的な目も向けられています。さて、そのようにしてアメリカとイスラエルこの2つの国が今イランを攻撃しているわけですが、それぞれの目的地といったものは違うと言われています。まず第一に、アメリカの目指した方向性については、ベネズエラに行ったような斬首作戦を成功させた後、アメリカの支配力を生かす形で政権をすげ替えるというのが当初の目的だったと見られています。だからこそ最初に拘束してアメリカに連れ帰ることはさすがに無理であったハメネイ師については攻撃で殺害し、革命防衛隊や軍、そして治安当局者のトップ層を一気に殺害するといったことを行ったわけです。ただし、トランプ大統領はその後、このような話もしています。アメリカにとって良いのではないかという人物をいくつかリストアップしていた。しかし、攻撃があまりにもうまくいきすぎて、それらの人物についても次々とすでに亡くなっている。この話のポイントというのは、トランプ大統領自身は、この人物に権力が異常すれば、ある程度コントロールできるなというのを見込んでいたというのです。じゃあなぜそのようにして次々とリストアップした人間までもが亡くなっているかといえば、そこにイスラエル軍の猛烈な攻撃といったものがあります。そもそもトランプ大統領の考えていたトップをすげ替えることによって傀儡政権化するというプランそのものをイスラエルが目標値として共有していなかったというのです。じゃあイスラエルが目指していたのは何かといえば、それはイランが国家として瓦解すること、もしくはイランが内戦へと突入し国家としての体をなさなくなるいわゆる混乱状態に陥ること、目標設定そのものが混乱状態そのものを目指している可能性があるわけです。イスラエルにとってイランというのは核兵器を開発してその核兵器を乗せる弾道ミサイル、このセットを持つことが一番警戒していました。実際にイランは自国の革命というものを海外へと輸出することによってイランのシンパを増やそうとしました。実際にある程度混乱している地域においてはイランの支援する武装勢力がある程度の勢力を保っています。それだけにいつかイランが核武装し、その核兵器がイスラエルに向かうといったことを一番恐れていたわけです。ですから、イランという国家そのものの力を落とすか、イランという国家そのものを分裂させたり、内戦へと陥らせることは、イスラエルにとっては一つの目標になるわけです。そして国内の政治基盤上においても、決して現在のネタニヤフ首相は盤石な状態ではありません。むしろ、外敵がいて戦争を続けていることそれ自体が、彼にとっては自分の政治的な立場を守るという意味でも必要なことになっています。だからこそトランプ大統領の目指したようなトップをすげ替えて傀儡政権でおとなしくさせる、そうしたコントロール政策といったものよりも、むしろいつまでも混乱が続いていて、いつまでも攻撃をある程度できるような不安定状態といったものこそが、イスラエルにとっては望むような状態になっているわけです。この大きな違いといったものが混在した状態で、アメリカ、イスラエルによる攻撃が続行されていることから、中東情勢はどこを終着点にするか、
かなりあやふやな状態のまま攻撃が続いているというわけです。また、そもそも論の話として、軍事と政治の部分、ちょっと分けて考える必要がある部分があります。それが、イランという国は非常に大きな国で、空爆による圧倒といったものが、じゃあ、地上における政権を完全に機能しないようになるかといえばそういうわけではありません。トランプ大統領は地上部隊を送ることもやぶさかではないような話をしていますが、実際に地上部隊を送れば、これは泥沼化します。単純な話として、空爆というものは一方的な攻撃ができますが、地上戦闘になると話は全く異なってくるからです。ミサイルを撃ち込むにしても爆弾を落とすにしても、行って帰っての話だけでほとんど反撃を受けることがありません。レーダー網にしても対空兵器類についてもどんどんと減らすことができていますが、一方これが兵士を送り込むとなると、いつどこで戦闘が起こるかはわからない、いわゆる明確な形でオンとオフができない状態になります。ましてや、多くの兵士を送り込めば送り込むほど、それは人間を維持するという意味においても、兵隊の能力が非常に必要となります。現在のような空爆を連続的に行うよりもはるかに重い負担がアメリカにかかってくるわけです。この場合だとイランという国土はあまりにも広く、そして人も多いものです。そうなった場合における戦闘といったものは難易度がはるかに高いものであり、それこそトランプ大統領がやめるべきだと言っていた終わらない戦争が始まってしまいます。ですからアメリカ・イスラエルによる空爆が軍事的に圧倒していたとしても、じゃあどこの段階でどう戦争が終わるかについては、今のところはっきりと見通しは立たない状態です。アメリカのトランプ大統領やヘグセス国防長官は、アメリカは非常に強大な国力に支えられていて、いつまでも攻撃が可能であるといった話をしています。それはあくまでも空爆のような限定的な攻撃の話であり、決して地上部隊を送り込んでというような話ではありません。だからこそ私は、実際の戦争の終わり方というのは、結局のところイラン側の政治体制がどうなるか、そしてアメリカとどのような交渉を行うかによって話が変わってきます。ここからいくらでも分岐ルートがあるわけですが、皆さんはどのような方向性で話が全く変わってくると予想しているでしょうか。ぜひともあなたの考えを書き込んでいってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルの動画では様々な情報についてまとめ、そして皆さんに情報提供を行っています。ぜひとも情報の更新にこのチャンネルの動画を役立てていってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。